皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がね、私の先手番三間飛車に対して相手の方がね、後手番で居飛車穴熊、持久戦策ですよね。局面のねポイントや、どういったところにね注意して居飛車穴熊をね攻略していけばいいのかといったあたりを中心に、大盤でゆっくり解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手で7六歩、8四歩、7八飛車でね、三間飛車の将棋になりました。8五歩、7七角、3四歩、6六歩、6二銀、4八玉、4二玉、6八銀、5四歩、3八銀とね、今回は、振り飛車穴熊というね、三間飛車穴熊もあるんですけど、3八銀でね、美濃囲いの将棋です。3二玉、3九玉、そして、5三銀、1六歩に3三角と、このね、5三銀から3三角でね、これで、相手のね、後手の作戦がね、持久戦模様だなと。この角が動かないとね、バラ6四銀と出て、4二銀と上がって3一金というね、例えば、ですけどね、エルモ囲いのね、急戦策であったんですけど、もう端歩を受けずに3三角とね、玉のこう移動するスペースを作ったということは、これでね、振り飛車を指していれば、あ、これは穴熊臭いなとね、持久戦策だなっていうことですよね。で、3三角に対して2八玉と。で、2二玉に6七銀。もちろんね、端をね、すぐ突き越すというのもあったりね、この辺は手が広いところですね。はい、で、6七銀に、やはりこうね、1二香と。これでもう穴熊が、はっきりしたと。ここでね、いくつか、先手の指し方があって、例えば5六銀と出てね、4五銀を狙って指してみるとかね。この5六銀出ると、後手が4四とついたり、4四銀と受けたりして、また別の将棋ですね。あるいは、8八飛車と、飛車をね、向かい飛車に振り直して、1一玉に7八金、2二銀に8六歩と。これ一例ですけどね、穴熊を囲ってる間に、向かい飛車から速攻してしまうというのもあるところです。実戦はね、それともまた違った指し方ですね。1二香に対して、7五歩と、ね、この歩をねついて石田流に組み直すというのが本局のね軸となる作戦ですね。で、7五に対して1一玉と、そして、6八角に2二銀と。そうですね、何気ない手順なんですけれども、8四飛車とね受ける形が、以前は多いところだったんですよね。8四飛車とこう7四歩の交換を受ける手が多かったんですが、近年ね、飛車側の対策が、進歩しまして、こうね6八角と引かれて7四歩見せられてるんですけど、受けずにねどんどん囲っちゃうという指し方がね、見直されてきています。狙いとしましてはね、7四歩同歩同飛車とこう交換されてね、歩を打つ感じになるとね、ちょっと振り飛車側にこう歩を持たれて不満という部分があるんですけれども、例えば同歩同飛車の時に6一に金がいるのがミソでね、7一飛車成が先手にならないので、6四銀と出たりしてね、この飛車をかえって圧迫ね、この歩を逆用して圧迫していく、飛車を引けば、極端な歩を打てばね飛車を終えると。歩を打たなくても例えば角を引いてね、その飛車を狙っていくと、浮き出てきた飛車を狙うという手が出てきましてね、これはね居飛車側の近年の工夫なんですけれども、振り飛車側のね三間飛車側の石田流狙いに対して8四飛車とね簡単に受けてこないというのが増えてきたんですよね。7四歩とね、あえて待ち構えてるところに行く手も有力なんですけれども、実際は5六歩と突きまして、3一金に、9八香とね、この2手はどういうことかというと、この金がね今はね、穴熊なんですか未完成できてきたんですけど、金が動けばそこで歩を突くとね、今度は7四歩同歩同飛車にね7三歩と打ちざるを得なくなるので、少しでも得な状況で7四歩を行こうというのがね、この5六歩9八香、損のない手をやりながら、後手の5一金を待ったということですよね。それに対して後手はここで8四飛車と抜いたと。この辺りはね、後手の方もいろいろな手があるところで、もう6四銀とね出て、この銀がまだくっついてないんでね、完全に、穴熊が出来上がってるわけではないんですけれども、もうねこのなんていうんですかね、2金2枚の穴熊で十分でもう積極的に出ていくという手もあったところです。6四銀には、先手も例えば7五八金右左とね上がったりして、一局の将棋ですかね。一例挙げますと5五歩同歩同銀に7四歩と突くと、銀が動いた隙をねこう裏を取って狙っていくようなイメージですよね。後手も5五の銀がえばってますし、
先手の方もねその薄みをついて垂らしたりとか、歩を打てばね横歩を取るとか、この辺りはねいい勝負だと思うんですよね。これねやっぱ後手もねここに金がいるわけじゃないんでまだ不満のねあるような、穴熊なので、これも一局だったと思います。実戦は、相手の方がね、5六歩と、9八香というね2手を指さしたのでねということもあって8四飛車とここでね抜いてね、7四歩を防いできましたね。で私の方は7六飛車といて、9四歩に、9四歩というのはね9五角と出られる手を防いだと思うんですけど7七桂と、穴熊のね石田流の理想形を完成させました。で5一金とね、後手としてはね、8四飛車といって7四歩がなくなったのでね金を寄せやすいですね。これでものすごいなんていうんですかねじっくり超持久戦ですよね。ものすごくじっくりした将棋ですよね。5八金、4一金右で1五歩で3二金とね、ここまでくっついちゃうとね振り飛車側もこの穴熊をね倒すのはなかなか大変ですね。もうバンバン攻めて勝てれば一番将棋はいいんですけど、これだけ硬い穴熊に対してねバンバン攻めていくとねかえってね相手の思うツボになってしまいますので、この辺りからのね、振り飛車側の考え方としては、こちら側でね、理想形ができてていつでもこうさばきやすい形ができているので、玉側の方をね、しっかり囲って、後手がその途中でね無理に動いてきた場合にはそれを咎めると。で無理に動いてこない場合にはどんどんね玉を形を良くして、そこでねリードを奪っていくというイメージですね。なんかどんどん攻めていって潰すっていう考えで指してしまうと、おそらくね穴熊の餌食になってしまうので、局面のなんていうんですかね具体的な指し手というか考え方としてはね、じっくり指すというふうに、思っておいた方がいいですね。というわけで、実戦は4六歩とついてね、駒組みを進めていきます。4二角、ただ4二角が油断ならない手で、これねじっくりなんで3六歩とついちゃうと、6四銀と上がって取られて飛び上がっちゃいますね。理想形を作ったはずがこの歩をね7五銀と取られちゃうんでね、この時に4二角には5七角というのが、おしゃれな受け方で銀が出てくれば歩をついてぴったり受かることになってますね。で先についてもいいんですけど先につくと、後手から6四歩とねぶつかっちゃう可能性があるのでね一回角を上がるのが覚えておきたい手でね、これをちょっとおしゃれな手ですね。で、銀が出れば疲れちゃいますし今度ついてもね何にもぶつからないので後手は、3三角とまた戻ったんですけどね、居飛車側はちょっとやっぱりこの形がいい形なんでね動かす場所が駒をぶつける場所は難しいというのが課題ですね。で3三角に4七金そして4四銀と出る手に対して6五歩とね、銀が動いたので6四歩の反発もないですから6五歩と突きやすいですね。で6五歩に対して3五銀と、この手はちょっとね、なんですかね凝った手ないですね。3六歩には2四銀と引いてねこの歩を取ってね、場合によっては同香同角の後に、角をまた下がって、これはすごい長期プランですけどねこう歩を伸ばしていくような。ただねこう香と歩を手に入れればね動きやすくなるので、なかなかこう高美濃囲いもね端がやっぱり端の香でね銀を取るのはそんなに嬉しい手でもないのでね、すぐ3六つくと2四銀で難しいとこだったと思います。ですので6六銀と上がってこの手はですね2四銀ならばここにいた銀がこちらにね来たことで中央が薄くなるので、7四歩と動いて同飛車なら7五銀で、飛車を逮捕で同歩なら6四歩とついて同歩に6五銀と、これちょっと思い切った手なんですけど角の利きが通っててね、で銀を取れば角を飛車を取りますし飛車が下がれば6四銀と取ると、ここにいた銀がねいないせいでね、どんどん破れるということで今度1五銀じゃねもうスピードが全然例えば7四飛車とか走っても全然スピードがね違うんでね、これは振り飛車がいいでしょうね。ですので相手の方はねこれちょっと6六銀を見てまた5四銀ってことなんですけど、これだとねちょっと角の動きもそうなんですけど手損してるんでね、この辺りは先手の作戦がうまくいってるでしょうね。もちろん手を損してるだけなんでね大きく駒損したわけじゃないからね形勢はね難しいんですけど、3六とついてねこれはそんなにね飛車がとしても嫌な展開ではないですね。で2四歩に3七桂と、2三銀なら4五歩とついてここまで押し込んじゃえばねもう随分怖くなくなってきますよね。ということでここで、3五歩と動いてきましたね。同歩なら同銀ということなんですけど 4五歩と反発しまして、3六歩に銀を取る手もあったんですけどね同金と手厚く受けまして5三銀に、2六歩とそしてね2三銀2七銀
2二金上がるに3八金と、まあ3筋でね軽く、衝突が起こりましたが、まあ、本格的な戦いには至らずにね、まあ、駒組みができて、まあ、ここまで組めるとね、まあ、振り飛車側も不満なしですよね。非常に、まあ、銀冠最初にね美濃囲いの形にと言いましたけど、まあ、相手からのね無理攻めが来れば咎める、攻めてこなければじっくり駒組みを進めて、厚みを作るというねプラン通りになってますんで、まあ、ここは、まあ、まず、先手成功かなと思います。で9五歩と、まあ、後手の方はやっぱりこう動かす場所が難しいんですよね。この辺りがこうなんですかがっちり守られちゃってて、まあ、飛車の威力を使って突破という手がなかなか難しいと。で私は3五歩とちょっとね打ちまして、まあ、この歩はね難しいところですね。打たずにもう2五歩とかもうバンバン行く手もあったとは思うんですけど、これをもうじっくりじっくりでね駒が手に入ればこうね3四桂と打つような手が厳しくなります。そして後手が4二角とまた引いたと。そうですね、まあ模様はよしでね、もうこれ堂々とこう胸を張れるような陣形なんですけど、まあいざ将棋を指しているとねここからこの穴熊に勝たないといけないんでね、まあ、なかなか大変なんですよね。まあ、4六角とここら辺から私がね、もぞもぞというかねじりじりと動いていきます。まあ、これ次7四歩とついてねこの香車を狙うような手があるので9三香と相手の方逃げたんですけど5五歩と。ね、ようやく万全の体勢なんでね墓地に行きました。まあ、相手の方がおとなしく同歩同銀5四歩ならば銀を引いておいて1本持つことでね、8六歩同歩8五歩と打って、まあ、飛車が引けばまあ周歩と打ってこれね動かすことができるんですよね。なのでねたかが一歩ですけどこの歩をね、まあ、交換しに行くのがとても大きいところで5五歩に対して相手の方は同歩同銀にね5四歩ですとね銀を引かれてやはり不満といって3三角とね、まあ、動いてきたわけですね。まあ、これはね、場合によってはもう次5四銀、例えば8六歩のような手だったらもう5四銀でガチャンとぶつけてねもうどんどん動いてしまおうという手なんですけど、ここでね私の方が2五歩と、まあ、穴熊のね本陣にね迫っていきます。この手ができるのが、まあ、美濃囲いから銀冠に変わった利点ですよね。5五銀ですね2四歩と取られてこれねこの銀というよりこっちの銀取られちゃうんでねこれは振り飛車が良くなるので実際は同歩と取ったんですが、まあ、同桂とね先ほど上がったね角をすぐ狙ってこの辺好調ですよね振り飛車がね。で同歩同桂に4二角と引いたんですが、まあ、1四歩と一発ついて同歩。どうですかね、まあ、じっくり駒組みを進めていく中で飛車角銀、まあこれね、まあ、守りの桂ですけど駒がフルにね働いてるのを皆さんお分かりいただけるかなと思います。でここまで来るともう7四歩でね決戦に行ってもいいですよね。いくら穴熊が硬いといっても駒の働きがね非常に振り飛車がいいので、これ駒の働きが悪いとねもう穴熊硬すぎるんですけれども、駒がマックスに働いている段階で決戦を挑むということですね。で同歩ですと5四歩と打って6二銀、こうなるとねもうガンガンいけますから、これはねもう飛車も銀も麻痺、この飛車場合によってはこちらに回せますから、これはもう振り飛車大成功ですね。なのでまあ後手としても同飛車でね勝負をしてきたんですが、同飛車同歩同飛車同歩に、5四歩とねこの歩がね、ぴったりの一手ですよね。この歩を打つことで銀を、まあ、下がらせればねまだ下がることになるんですけど、この銀が威張ってこの銀が遊ぶということです。まあ、実際これ2六と一発打って、まあ、これ取ったら取られてね損なのでこの銀は渡せない。同金6二銀に6一飛車と、これははっきりここはね振り飛車がうまくいってるでしょうね。この銀が大威張り、この銀が助けるには5一銀と引いても、5三歩成があるのでね助からないんですよね。ですので後手は2四歩と、まあ、ただこの2四歩はとってもいい手で焦って銀を取りますとね急所の桂を取られて、これはねせっかくこの守りの桂とね相手の遊んでた銀が交換になっちゃうとこれはもう大損しちゃいますので、ここでは正しくね1三歩としっかりね穴熊を削っとくのが大事ですね。で2五歩に1三歩成同金2五金と、まあ穴熊をね少し薄くして、で2四歩に、まあ、1四金とねどんどん勝負するってもあったんですけど、まあ、銀がね取りが楽しみ残ってますので金を引いてね、指しました。で2六金に対して、実戦はここで、7八飛車とねもうしょうがないですよね。銀が引いても歩成り助からないですね。7三に行ってもね逃げるだけなんで桂取られちゃうということで、実戦は7八飛車勝負手ですね。銀は取られるけれども、6二飛車成とこのと取られてこれ痛いですけどね、銀取られて痛いけど7五角と出てね
飛車角を使って、銀は取られたけれども、先手に迫ろうということですよね。で、7五角に対して1三歩と、これがね結構変わってね洒落た手筋でね、一発打つのがとっても大事ですね。同桂ならば5一竜と入るというのは結構厳しい手で、桂馬を打たせればね先手陣に対する戦力がなくなるので5三歩成のような手でいいですし、3一にね底歩が打てるんですけど、ここに歩を打ってしまうと3七歩というね急所の攻めがね2歩でできなくなるんですよね。ということで、実戦はね同金と取ったんですが、これでね局面ね玉形が上ずったので4四歩とついていきました。さあこの4四歩の時にね次の手が敗着になりましたがね、ここではね3七歩と打てばこれやればね難しい勝負だったと思います。同金とはねもちろん取れないので、同玉ならば7七飛車成がねこう王手で取れるんですよね。これ何もなしに7七飛車成だとねこれはもうぬるい、非常にとってもぬるい手なんですけど、王手で取れるとなるとね非常にね大きいですよね。で同角ならば3七歩に同角なら4五桂とね、この手は結構厳しい手で、角が逃げればおかわりの3七歩がありますし、4三歩成ならね攻め合いなんですけど、この瞬間まだ後手の王様が詰まないので3七桂成同玉で、これはちょっとね振り飛車は怖いでしょうね。例えば5九角とか打つとかね攻めが続くので、これね3七歩と打っていれば私の方も同玉と取るか同角と取るか、同金で取れないんでね3七歩と打っていればねこれはね難しい勝負だと思います。これまだ振り飛車がね居飛車が勝機もね十分だったかなと。同玉で取って飛車を成って香合いするとかいう感じになったかもしれません。実戦は9八飛車とねこの香を取る手も大きいんですけどこの場合ねスピード負けしちゃいましたね。4三歩成で4三歩成となられて、まだこれは詰めろじゃないんですけど、次3二とかねもう一手一手でいってねもう受けがなくなるような駒を取りながら厳しい攻めなんですよね。で先手の王様にはこう詰めろがかからない一手ね今度3七歩とってもね場合によってはこの同玉でも全然違いますよね。飛車なれないんでね。なのでここはね、9八飛車成で手が惜しかったですね。実戦は4三歩成に2二金とねかわしてね、角が利いてるんで3一銀という追い打ちはできないんですけど、次の手が本局の決め手ですかね。4四銀とこの銀がね寄せに働いちゃったんですよね。で1二金とかね受けても1三歩ともう一回おかわりされちゃうんでねちょっと受けが難しいということで2五香と打ったんですが、これはね、決まりましたね。2二竜でバサッといきまして同玉に3三銀打ちね、4四銀出た手がねぴったりというのはこういうことですよね。同桂同銀成となったところで、相手の方のね、投了となりました。以下はですね、この角が効いてるんでその角の利きさえ気をつければ大丈夫ですね。王様、どこにいっても頭金打てばいいのかな。1一玉なら2二金で詰み、2一玉も2二金、3一玉もね、3二金打てばこの角のね利きがないので、同銀同との詰みということで即詰み投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説戦をお届けいたしました。今回はね三間飛車対居飛車穴熊ということで、じっくりとしたね将棋に進んだんですけれども、石田流というね理想形に組めた時についねこういい形に組めたんだからどんどん攻めていきたいという、ね、気持ちになることもあると思うんですけれども、居飛車穴熊というのはね、非常に硬い囲いですので、いくらね石田流という理想形ができたからといってね、その形に任せてどんどん攻めていってしまうと居飛車穴熊のね硬さや、懐の深さ、せっかくうまくいってたはずなのにということがね皆さん経験あると思うんですよね。ですので、居飛車穴熊相手にね戦う時には、じっくりとね、慌てずに、石田流の後継を生かしながら、相手が攻めてくればその無理強いも咎める。で相手が攻めてこなければ自玉のね整備でしっかり穴熊に対して、厚みを築いたり、あるいは終盤のね端攻めを準備しておいたりといったねそういった細かな指し方が実は大事になってきます。皆様のね実践の参考になればなと思っております。この動画が良かったらグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。